サイレンのところですかね、プレイした方はご存知の通り難しいんですよね。難しいよね。図面だけ引いてね作ってるとやっぱ距離感とか読み切れずに作ってたりはするので難しかったですね。砂漠とかでも別にいいんですけど、急に洞窟の入り口とかが現れた時に、おっていうテンションが上がる瞬間があるじゃないですか、あの感覚がやっぱり大事かなと思ってて、黒帯チャンネル。はい、皆さんこんにちは。黒帯ゲームズの丹沢です。以前ですね、黒帯チャンネルでゲームのシナリオライターの仕事についてご紹介しましたが、今回はですね、お仕事紹介シリーズ第2弾ということでですね、知らない人が多いんだろうなと思うですね、レベルデザイナーの仕事について深掘りしていこうと思います。僕もですね、レベルデザインの経験はあるんですけれども、ちょっと僕だけでは不安なので、今日はですね、頼りになるゲストをお呼びしております。合同会社レベルスケープ代表でゲームデザイナー、レベルデザイナーの南里康平さんです。レベルスケープの南里康平です。よろしくお願いします。緊張してるでしょ。南里さんはですね、実は僕前職スクエニ時代にですね、数々の修羅場やろくでもない現場を一緒にくぐり抜けてきた戦友的な存在でしてですね、レベルデザイナーとして非常に活躍されているんですけども、視聴者の皆さん向けにですね、簡単に経歴を紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい。これまでゲームデザイナーとかディレクターとしていろいろなタイトルに関わらせていただいております。いくつか持ってきてもらったんですよね。主にコンソールとかスマートフォン向けが多いんですが、サイレン来ましたよ。サイレンはね、みんな知ってます。サイレンのどこをやったんですか？プランニングとレベルデザインとか、バランス調整とかもですかね。はい。いわゆるプランナー業ですよね。そうですね。あとは PSP のディシディアファイナルファンタジーの2作目。ね、これはステージ？キャラクターですね。新しく入るキャラクターの動きとか技とか設定とか、あとは強さの設定とかそのあたりですかね。はいはいはい。家の中を漁ってたら面白いものが出てきたので、ソーマブリンガー。ソーマブリンガーね、今日いいゲームなんですよ。ちょうど多分 DS でロストマジック作ってる時の同期っぽいタイトルじゃないかな。結構ライバル視して研究した記憶あるんですよね。アクション RPG ですよね。そうですね。これは敵の配置とかの部分とか、あとはアセット周りの発注管理とか、敵とか装備品とかそういう感じですかね。そうですね。RPG だとやっぱそこの物量がね、とにかく膨大にありますからね。あと懐かしいドリキャスだ。そうなんですよ。泡の6号。僕が新卒で入って1作目ですね。あ、これ1作目。そうなんですよ、ね。わー、マジか。ドリキャスからだったのか。僕らの世代だと PS2 からの人がね、やっぱ多いけど、そっか、ドリキャス触ってるんですね。そうですね。今の子たちはもう誰も知らないであろう。これね、見てる方はね、結構4、50代が多いっぽいので、全然知ってると思いますけど。ドリキャス僕、開発機材も触ったことないや。編集は PS でやって、実践投入 PS2 って感じですね。会社にはね、ドリキャスの開発機材転がってましたけどね。なかなか面白い。はい。結構そうそうたるゲームを作ってこられて、スクエニ時代は実は僕と一緒にやってたプロジェクトは残念ながらあんまり表に出なかったので、このタイトル一緒にやってたよって感じじゃないんですけど、実は結構長いことを一緒にやってましたよね。そうですね。出向したりとかしながらね。そうですね。やってたという形で、そういうそうそうたるゲームを作ってこられて、昨年独立して会社を作られたんですよね。おめでとうございます。ありがとうございます。会社名もレベルスケープということで、レベルデザインのレベルにランドスケープとかのスケープみたいな感じですよね。企画の会社って最近そんなに珍しくなくて、ゲームの企画受け負いますみたいな会社ってあって、うちも結構それに近いことをやってるんですけど、レベルデザインメインに据えた会社って初めて聞いたかもしれないっていう。そうですね。あんまりないかもしれないですね。はいはい。そもそもレベルデザインって言葉自体が開発とかをやってる人以外だとピンとこないのかなと思うんですけど、まずちょっとレベルデザインって言葉どっから来たのかなみたいなところで言うと、僕らゲーム業界入った頃ってまだプランナー企画みたいな感じで、レベルデザインって分業されてなかったですよね。そうですね。仕事の一個みたいな。2000年代中頃とかぐらいから徐々に出てきて、初めてレベルデザイナーみたいな意識したのってどの辺でした？丹沢さんと一緒にやってるプロジェクトが10年ちょっと前ぐらいですかね。あれね、表には出なかったですけど、結構大型プロジェクトで、アンリアル3か。3ですね。3で作ってたそうですね。ですよね。そこで、南里くんに、レベルデザイナーって感じじゃなかったけど、実質レベルデザイン担当っていう感じでしたかね。そうですね。簡単にレベルデザイナー言うと、マップを設
計する。一言で言うとそんな感じ？ゲームの要素をマップの中で組み立てて遊べるようにするみたいな、遊べるように並べていって、面白く遊べるようにちゃんと遊びを組み立てるっていう感じですよね。なので、仕事の範囲が結構プロジェクトによっては広い場合もあるし、狭い場合もあるとかってありますけど、僕はねちょっとナリ君と会う前に実はアンリアル3の実験プロジェクトみたいなやつをやってて、その時にちょうどアンリアル3の英語のドキュメントにやたらレベルデザイナーはこうしろみたいなことが書いてあって、レベルデザイナーってなんだろうと思って調べたら、どうやらアメリカの開発ではもうそういう職業が専門化されてて、日本はあんまりそういうの言わないけどなって思ってたのが、どのぐらいかな、ロスマジック終わったぐらいだから DS がちょっと安定してきたぐらいの頃になんとなく意識し始めたんですよね。アンリアル3の作り方とそれまでの作り方っていうのが結構違って、それまでって図面を自分たちで描いて、背景デザイナーの人に渡して、背景モデル作ってもらって、それを受け取って自分たちでイベント仕込んだりとか敵配置したりとかして、おかしいところがあったらまたちょっと直してもらって、そうですね。例えばその箱の位置とか、階段の位置みたいなのを調整するのはプランナーの仕事じゃなくて、プランナーはあくまで設計図を書いて、グラフィッカーさんがマップを全部作ってくれて、それを実際遊んでみて調整していくっていうスタイルが多かったかな。この間 PS2 の武人街というアクションゲームの実況をやったんですけど、あのステージなんかは完全にそのスタイルでしたね。プランナーさんがこんな感じのステージっていう設計図を書いたのをグラフィッカーさんがもう全部一切合切作って上がってきたやつをプランナーさんとかとやり取りしながら調整していくっていうスタイルでしたよね。そうですね。アンリアル3になった時に仮の地形みたいなものを簡単に作れるようになってるので、レベルデザイナーが地形をバーって作ってイベントとかの配置もその場でやってしまって、みたいな感じでレベルデザイナーがドライブして持っていける範囲っていうのは結構広がっていて、今ユニティとかから入ってる開発者の人って想像もつかないと思うんですけど当時のプランナーってねすごい不自由だったんですよ。自分で想像したものを一旦書面に書きますけど、書いた後はもうあとお任せで、自分の直接手を下せるものってあんまりなくて、スクリプトとかで少しものを埋め込んだりみたいなことはできたけど、結局はほとんどのことをプログラマーさんとグラフィッカーさんにお任せして指示出ししかできなかったところを、アンリアル3だと自分でこの箱はもうちょっと右の方がいいなとか、ここの距離はもうちょっと長い方が気持ちいいなみたいなのを調整しながら、グレイボックスっていう灰色の箱とかで置いてって、でおよそ当たりをつけたところでグラフィッカーさんにここをかっこよくしてくださいってこう発注するっていうことができるようになったので、随分やれることの範囲も広がりましたし、精度が上がりましたよね。そうですね。自分のところでクオリティを上げられるんで。 PS2 の頃なんて自分で仕様を切ってから実際遊べるようになるまでめちゃめちゃ時間かかったじゃないですか。半年、下手すると1年とかかかってシェーダーとかが全部できて全部動くようになって、ようやくやってみたらあんま面白くないなってなった時のこの手戻り感ってすごかったですけど、自分の中でもうやりきった上でこれ自信ありますよっていう状態でグラフィッカーさんとかに投げれるので、グラフィッカーさんも手戻りも少ないですしね。そうですね。もう一個がその時ちょうどスカイリム入りましたね。初めて僕らが意識したオープンワールドって言っても、もちろんその前もありましたけどね。あの当時でクオリティで言ったらもう飛び抜けてすごかったですからね。それのモッドツールが実は同時ぐらいにモッドツールありましたね。リリースされていて、実際にゲームの中で使われるマップを開いていじくり回せるっていう感じになってて、どういうパーツが使われてるかとか、どういう使われ方してるかみたいなところまで実際にその中身を見れて、ものすごくためになった記憶があります。今考えてみるともう大盤振る舞いでどうやって作ってるか全部洗いざらい見れるじゃないですか。それまでの PS2 のパッケージのゲームとかってやっぱ中のデータを覗き込んでいじることなんか絶対できなかったのに、モッド文化ってゲームクリエイター増えたんじゃないですかね。ちょっとずついじってるうちにもっとやりたくなってクリエイターになっていく人って多分いるのかな。海外のレベルデザイナー文化ってモッドツールから始まってるところがあるので、作り方なるほどなみたいなのとか勉強すごいになりますね。これまで僕も結構いろんなレベルデザイナーさんと仕事してきたんですけどね、南里くんは僕の知る中ではね5本の指3本の指ぐらいに入るレベルデザイナーさんなので今日は僕も勉強させてもらおうと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
早速ね、レベルデザインのお仕事の話とか、どういう風にやってんのかとか、何をやってんのみたいなところをちょっと深掘りしていきたいなと思います。プロジェクトによって仕事の範囲結構変わるっていう話もあったんですけど、レベルデザイナーの仕事の範囲ってどのあたりなんですかね？大型のプロジェクトで言うと？ステージを企画から設計から配置からとかっていうところは当然ありますし、その手前のどういうロケーションっていうんですかね、場所でレベルを作っていくかとか、どれぐらいの個数クエストを用意するかとか、時間配分どうしようかみたいな。時間配分も結構大事ですよね。そうですね。あとは全体のバランスとかっていうところもありますし、実は結構幅広いんですよね。幅広いですよね。現場によって違うっていうのがもう一言答えちゃ答えですけど、困ったことがちょい前にありまして、レベルって言葉自体がちょっと馴染みないじゃないですか。日本人だとレベルアップのレベルの方が馴染みがあって、英単語としては同じレベルですけど、意味がはっきり違っていて、マップの配置だとか、あと構成みたいなことをレベルって言うんですけど、これをね、勘違いしたまま生きてるクライアントさんと出会っちゃって、ずーっとレベルアップのテーブルの話をしてくるんですよね。何言ってんだろうなと思うけど、ちょっと上の人だからあまり恥をかかせずにね、こうみんなの前でその勘違いを正すみたいなね、ミッションがね、最近あって、実はまだあんまり浸透しきってないのかなっていうのがね、あったりしますけどね。レベルデザイナーですってね、名乗っても、現場だったら伝わるけど、そうですね。会社でレベルデザインの会社ですって言うのって結構勇気がいるなって思ったんですよね。企画の会社ですって言って、特にマップ配置とかレベルデザインが得意ですっていう入りの方が分かってないおじさんたちにはピンとくんのかなとか思って。説明の時は 3D をつけたりとかしますね。3D レベルデザイン。3D レベル。確かに 3D レベルって言葉を使えばなんとなくわかるかな。レベルデザインが専業化してきたのって 3D になったからですよね。そうですね。一番それが大きいかもですね。2D の時ってあんまり視線誘導とか考えなくても、もう一画面に全部上から俯瞰で入ってるから大丈夫みたいなあったじゃないですか。ある程度は必要でしたけどね、もちろん。カメラが自由に動かせるっていうところで、空間の設計っていうのがね、必要になってきますからね。そうですね。レベルデザイナーってゲームの全体のやっぱ遊びで、時間の話もめちゃめちゃ大事で、面白いガンシューティングとあんまり流行らなかったガンシューティングをある大学の研究室に持ち込んで、遊んでる間の学生のノウハウを取ったことがあるんですよ。はっきり分かったのは、一番気持ちいいって学生さんがキープできるのって3分緊張感を与えて1分リラックスさせる、ムービーを見せるとかね、3分1分3分1分っていう波が少しね短くなったり長くなったりするんですけど、そのぐらいのゲームをみんな気持ちいいと思っていて、逆にのっぺりしてるやつとか、ずっと微妙な緊張感が続くとか、それが10分続いて2分いって1分で終わるみたいな、こう波がぐちゃぐちゃなやつとかはクソゲーって言われたりとか、ゲーセンのゲームだったらインカムが上がらないっていうのがあって、マップも適当に作るわけじゃなくて、ここまで3分歩いたらここに何かがいてとか、でそれが5分になっちゃうと急になんだよこのマップ長いなとか、砂漠のステージとか雪のステージとかね、僕らレベルデザイナーには鬼門みたいなやつあるじゃないですか。長えなみたいな広大さを表したいから、砂漠なのにこんなに近くに物があるわけないじゃんとかって思ってこう作っちゃうと、だだっ広いの作っちゃうけど、遊びが全然なかったりとかして、前のステージでは2分ごとになんか楽しいことがあったのに、砂漠のステージになった瞬間に10分に1個しかこう遊びがないみたいな、遊びの密度みたいなのもありますしね。そうですね。じゃあいいレベルデザインと、これ悪いレベルデザインだよなみたいなのってどういうイメージなんですかね？そうですね。悪いレベルデザインで言うと、何にも考えずに全速力で走り抜けてって、敵とかトラップみたいなものすらも無視して最後まで走り切るみたいなことができると、もうそもそもゲームとして成り立ってないよね。敵も出てくるんだけど、ポップされてるけどスッと避けていくとか、トラップもジャンプしていくのか、それともダメージを食らうけど、別に回復薬を飲みながら行くとかね。ちょっとその次の段階の悪いからもう一歩上がってるんだけど拙いなっていうのは、それを強引に止めるやつあるじゃないですか。ここは敵と戦ってほしい。だから敵を全部倒さないと門が開きませんみたいな、ひたすら来るやつ。初心者やりがちなやつですよね。開発者のエゴっていうか、やらせる、強制するっていう構造。これ結構でも PS2 の初期のアクションゲームありがちじゃなかったですか？要素が少ないからどうしてもバトルに頼っちゃうとかっていうね、事情もありますしね。同じ遊びがね、
3回4回はいずっと繰り返されるとか、はいはいはい。これもやっぱりバトルに頼るとありがち。あとはもう単純に同じ背景を使い回して塔みたいなのを作るとね、繰り返しでこうやってねぐるぐる登っていくけどずっと同じような敵が同じような構成でちょっとずつ難易度上がっていくみたいなね。もう3つぐらいやる頃にはもう何回あるんだよみたいなうんざりしてくる。私はちょっとね、プレイ時間が長い方がいいみたいな。はいはいはい、ね、それも影響あったね。確かにね。ファミ通さんとかのクロスレビューとかの上に総プレイ時間50時間とかさ、欄があって、はいはい、営業さんからよく言われたのはなるべく長くかけるゲームを作ってくれみたいなの言われて、でそういう時代があったんですよ。今ちょっと信じられないかもしれないけど、100時間とかねあるとうおーみたいなさ、これはコスパがいいぜとかって思ってたんだけど、今はねみんな忙しいから100時間のゲームできないなっつって、むしろね逆にちょっと控えちゃうとかありますよね。確かにそれもあった。だからめちゃめちゃ長くするっていうね、敵を固くしたりとか無理やり止めたりとかしないで、理想的なレベルデザインってどういうところですかね。ゲームによって違うと思うけど、プレイヤーが自分で目的を作ったりとか見出したりとかしていくっていうのがゲームとしては一番大事な、いわゆるモチベーションみたいなところなんじゃないかなとは思いますよね。それはどういうふうに作るんですか？選択肢がいっぱいあって3つの中から選ばせるみたいな方法、それとも手の上で転がしてるんだけど、自分で気づいた風に見せる工夫みたいなところ？なんとなく無意識にあそこに行きたいなから始まって、成功体験として行った結果楽しいことがあったみたいな刷り込みであったりとか、行く過程で驚きとか喜びみたいなものがあるから次に行きたいなっていう、ね、転がっていくような感じとか、行ったことによって何か嬉しいことがあったり驚きがあるからもう一歩行きたい、もう一歩行きたい、あと5分遊びたい、10分遊びたいっていう目的地の設定って、風の旅人っていうゲーム結構好きで、あのゲームって全然セリフなくてボイスも一言も喋らないんだけど、なんかずっと山の上が光っててカメラがそっち向くんですよね。そうですね。あそこを目指すといいことあるんじゃないかって思うだけですよね、あのモチベーションって。そうですね。最初は記憶がない状態で砂漠に放り出されるみたいな、放り出されて結構ねいろんなギミッククリアしていくんだけど、割と僕あれはノンストップで遊んじゃったなと思って、そんな長いゲームじゃないんでね、一気に遊べるんだけど、光ってるだけでいいんだってそうですね。でもなんか常に見せてくるし、そこに行ったら幸せになるのかもしれないし、記憶が戻るのかもしれないし、わからないけどっていう、あの感じの出し方が最低限の要素でよく作ってるなと思ったりもしたんですよね。無意識の目的づけみたいなのはすごいゲームにとっては大事ですよね。よくね RPG とかで批判される要素で、一本道みたいなあるじゃないですか。風の旅人なんてめっちゃ一本道なんですよ。だけどあのゲームを一本道って批判する人あんまいないなと思ってて、一本道に感じちゃうのか感じない作りするのかって、その辺ってどういう塩梅が大事なのかね。自分が選択したっていう感じ方ができるかどうかなのかなとは思うんですよね。与えられた選択肢が1個だったとしても、それを自分で選んだというふうに感じられれば、それはもう選択の結果なので。それ難しくない例えばどういうこと？そうですね。例え難しいな。3つ何かをしなければいけないってなった時に、順番をプレイヤーに選ばせてあげると、結果やることは一緒なんだけど、自分でやったみたいなのとか。A、B、C の順番で鍵を開けろだとムカつくけど、3つのオーブを集めろ、どれから集めてもいいよだと、砂漠から行って雪のとこ行っての人もいるし、雪のとこから先行く人もいたりとかして、そこは自分で自由にやってる感じがする。確かにそういう作り方はするか。ちょっとした工夫だとは思うんですけどね、やっぱり。他になんかレベルデザインで気をつけてることとかってあります？自分が工夫するとか、上達するとか、成長に対する喜びみたいなものがあると楽しんでくれるかなっていうのはあるので、チュートリアルとかが一番プレイヤーさんに教えるっていう意味で言うといろんなゲームに入ってるとは思うんですけど、もうちょっとプレイヤーが気づかないチュートリアルみたいなものとか、チュートリアルですって言ってないんだけど、ここをジャンプして越えたところに例えば宝箱がありましたっていうと、いろんなところに宝箱があるくさいぞとか、いいことがあるんで
で2段ジャンプを覚えてとか、上達していくことに楽しさが出てくるみたいなのとか、っていうのがちゃんと設計されてると自然と上手になって難しいことができるようになって、またちょっと満足感が上がってってみたいな感じになるのかなと思いますね。レベルデザイナーの仕事ってなるべく見えずに自分で自由に遊んでる風で、実はクリエイターが用意した3択の中をこう泳いでるだけなんだけどっていう、黒子みたいなのに徹するのがいいのかなっていう。気づかれずにでもうまいことを楽しませられてるっていう感じが作り手側からすると一番気持ちいい感じがありますね。ゲーム作ってる人の中で一番褒められにくいんじゃないかっていう気もする。音楽作ってる人だったら、この BGM 良かったですよね。キャラクターでグラフィック良かったですよねとかなるじゃないですか。ストーリーも最近ね、名前も出てきたりするから、なんとかさんのシナリオ好きってなるけど、レベルデザイナーって気づかれない方が勝ちみたいな。気づかれなかったけど、このゲームを遊んだらすごいテンポ良くて楽しかったっていうのがまあ最高の評価で、自分を売り込むの難しい専門職かもしれないなって、今話聞いてて思いましたね。いい悪いを測る方法もあまりないですからね。やっぱあの人のレベルデザインしたゲームはいいなってね、なかなか。でもゲームの遊びのほとんどを設計してるのはね、レベルデザイナーなわけだから、レベルデザイナーにファンがついたっておかしくないと思うんですよね。あの人がレベルデザインしたゲーム僕好きなんだよねってあってもいいけど、なかなかそうならないのは黒子感のある専門職だからなのかな。あんまりアピールすることでもないかなみたいなのはね、みんながパーツを作ってくれて、それをたまたまレベルデザイナーが組み合わせてるっていうだけなので、自分たちは別にそこまで何かを作ってるっていう感覚がないので。でもまあ結構指揮者みたいなとこあるじゃないですか。全体の調和をね、保つために、グラフィッカーにかっこいい城を作りたいのはわかるけど、その城見えたらいけると思っちゃうからダメで、もうちょっとしょぼい城にしてとかあるわけじゃないですか。まさに指揮者で、そっちの楽器ちょっと今抑えてとか、ここはもう曲鳴らさなくていいよとか設計しますからね。僕らの顔が急に白くなったんですけど、ライトをね、ちょっとミスってまして、急に白くなってますね。ライティングのミスとかもね、まああるよね。まあありますね。レベル選手で実際出してみたら、あれなんでこここんなに暗いんだろう。わかりますね。とかね、ありますけど、今までやってきたゲームで、特に若い頃とか、まだちょっと自分のスキルが低かった頃とかにやったもので、これ今だったらこうしてったなとか、失敗というほどではないけど、もうちょっとこんなんできたなとかってなんかあります？そうですね。割と賛否みたいなところで言うと、サイレンのところですかね。レベルデザイナーが2人かな、2人3人ぐらいでやってて、3分の1ぐらいを自分でやったんですけど、まあプレイした方はご存知の通り難しいんですよね。難しいよね。怖いっていうのもあるけど、当時ってまだ描画能力がそんな高くないから迷うんだよね。分かんなくなっちゃうんだよね。遠くの方を映さないように暗くしたりとか、霧で見えなくしたりみたいなのが入ってきちゃうんで、先も見えないし、猟銃持ってるやつから一発撃たれると死ぬみたいな感じだ。それはリアルだとそうかもしれないけどみたいな。レベルデザイナーとしてはこういうルートを行ってほしいなみたいな、やっぱエゴというかね、ご都合でここは塞ぐために猟銃撃ってくるようにしようとかみたいなことやってると、間違ったルートを進むと死ぬみたいな。自分で紙の上でこうレベルデザインしてる時って、こっちは行こうと思ってもダメだと気づいてこっちに来てくれるっていうシナリオみたいなの書くんですけど、それによるとここで気づいて引き返すって自分の中で書いてるんだけど誰も引き返さないでね、ずっと一生そこでどうやったらクリアできるのかなっつってやられちゃったりとかっていうこともあるしね。そうなんですよね、その意図がうまく伝わらなかったり、ちょっと強引すぎる設計にしちゃったがゆえに理不尽さを感じさせちゃったりっていうのはあるのかな。そうですね。暗いと余計に正解のルートが見つけられなかったりとかっていうのもありますし、PS2 のあの頃って当時でいうフォトリアルを目指したゲームのノウハウが現場になかったじゃないですか。先輩たちもね、この間までスーファミとかでゲーム作ってたような先輩たちがいて、若手で僕ら入ってきて 3D のゲーム初めてですみたいなところで、視線誘導も何もないっていうか雑にやっちゃってた感性はあるな。図面だけ引いてね作ってると、やっぱ距離感とか、どこまで見えるかみたいなのが読み切れずに作ってたりはするので、難しかったですね。
でも今作り直すって言われたらやりたいところ結構あるんじゃないですか。そうですね。結構今世代機だと遠くまで見える形にできると思うので、目に入るものがちゃんと意図を持って視線誘導としてこう機能するみたいなことは、今だったらできるかなっていう気がしますよね。PS2 のあの頃って難易度高くて何度も繰り返しやって攻略していくっていう、スーファミとかファミコン時代のアーケードの伝統っていうのがまだうっすら残ってて、ゲームってたやすくはクリアできないもんだぞっていう感じだったんです。今はね、ノーマルモードとかだったら少なくともおもてなしして最後まで気持ちよく遊んでもらいましょうっていう設計が多いですけど、当時ゲームクリアしたお前あれクリアしたのすげえなっていう空気がまだ残ってたよね。ちょっとうっすらね。デビルメイクライとかさ、あの辺がこうスタンダードだったりしたから、アクションゲーム上手いやつはクリアできるけど上手くないやつはクリアできなくてもいいやみたいな、ややそういう空気ね、ありましたね。あったかもな。時代の差によって直したいところあるかもね。やっぱりやってくれる人にね、楽しんでほしいなっていう気持ちがあるので。ロストマジックっていう DS のゲーム作った時に図形を書いてルーンっていうのを組み合わせると魔法を使うんですけど、3つ組み合わせて、あと前後が変わると動詞と名詞になったりとかっていう要素があって、いろんな魔法が使えるんですよ。300種類ぐらい使えたのかな、最終的にはね。僕はもう全部自分で魔法システムも設計してるから 100% 頭に入ってる大魔法使いなんですよ。水のところに来たら雨降らす魔法で陸地を作ってこっち行けばいいじゃんとか、全部の魔法が頭に入ってるからこんな簡単じゃんっつってレベルデザインをするんですけど、知らんやつにとってはねどれで雨の魔法出んのとか全然わからんみたいな、雨の魔法出した後にここに壁の魔法で壁を作れば相手を全員そこでせき止めて溶岩の中に叩き落として倒せるからここは簡単だなとか言って作ってんだけど知らんがなみたいな。今考えるとせめてね、その手前でそれで攻略するギミックみたいなのをちょっとねチュートリアル的に教えてればいいけど、投げっぱなしで俺もよくやったなっていうか、みんな怒られずにやれたなと思いますけどね。今考えると勢いだけでやってる部分がね、なんか一言言いやいいのにっていうね。落書き王国も自由に落書き書いて、足を長く書かないと越えられない壁とかがあるんですね。でその要素を別にどこも教えてくれないんですよ。足は長さによってジャンプ力が決まるんで、長めの足を書けばっていう感じなんですけど、教えてなかったなって今考えるとね。あそこでだから泣きながら進めなくなった子供とかいただろうなと思って。いたでしょうね。昔はね、インターネットで調べるなんてできなかったですからね。攻略本には書きましたけどね。攻略本もプランナーがやんなかった？やったことある？開発終わった後に資料をこう作って出してましたね。そうね。みんなが休みに入ってる時にプランナーがね、最終使用書っていうのをなんかまとめろみたいな、ね、文化あったよね。なんかね。で続いて実際ねレベルデザインしていく上での実践テクニックみたいな、実際どういうことに気遣いながらやってるのかみたいな細かい話とかも聞いていきたいなと思うんですけど、理想的なレベルデザインをする上で基礎的なところでどういうことをこう気遣ってるのかなみたいなところって何かあります？レベルデザインをする上でっていう意味で言うと、カメラ位置とか、移動速度とかプレイヤーの移動速度、そうですね、画面に映る範囲みたいなところとかが、昔さ一緒にやってたプロジェクトでそこを決めたっていう体で僕らがレベルデザインし始めたら、そこが変更になっててブチ切れたみたいな事件なかったっけ？ありましたね、プレイヤーの歩行速度が一旦これで決めですって言って作ったら、レベルデザイナーはその歩行速度に合わせて、ここを2分で行ってこういう遊びにしますってなるんだけど、途中でね他のプランナーが歩行速度が倍になるアイテムみたいなものを言ってなかったのに開発するじゃないですか。そうするともうレベルデザイナーは全部の設計がぐちゃぐちゃになっちゃう。それこそさっき言ったみたいに敵をすり抜けて走ってっちゃうようなことができるようになっちゃうから、初めにカメラ、画角、プレイヤーの歩行速度、これはプロジェクトの一番最初期に決めたい項目だよね。そういうのが決まったらやっと第一段階でこれぐらいの広さかなとか、これぐらいの道幅かなみたいなのがやっと手がつけられるみたいな感じですね。そうですよね。でそれで基礎設計した後にキャラクターが何人か選べるみたいなね、ことになった時にこう速いやついたりとか遅いやついたりとか巨漢だからカメラ引くみたいな話になると、いやちょっと待ってくれよとここ見えちゃダメなもん見えちゃうからとか、いろんな問題が起こるっていうね、あるあるだけどね、もちろんそのゲームを面白くするためにはどっちにも対応できるようにした方がいいんだけど、結構そこでね揉めることってありますよね。あと視線誘導、どういう風な考え方でどういう風に設計するんですかね。分か
かりやすいのだとランドマーク、大きな建物とか、さっきの風の旅人の山みたいなね。そうですね。あっちに行くのかなってやつですよね。そうですね。いろんなところから見える大きな構造物があると、そこに向かおうかなっていう気になったりとか。特にアクションゲームでバトルやってると、方向見失うじゃないですか。そうですね。その時に一回終わった後に、カメラがそっち向いてくれると、はいはい、そこ目指してたんでしたってなるもんね。そういうちょっとした気遣いで言うと、階段のところに近づくと階段の上の方を向いてくれるとかっていうことがあると、そっちにっていう意識も出てきたりとかしますよね。画面の中に入って無意識に注目するような要素っていうのが視線誘導としてはすごい大事なポイントですかね。なんとなく収まって気がついてそっち向いていくみたいな一連の動きが出てくるっていう。街とかだとやっぱ作りやすいじゃないですか。こっちでね、花屋さんがあって声上げてたらなんとなくみんなそっち見るよねとかっていうのは作りやすいけど、砂漠とか雪山とか鬼門なのってネタが少ないですよね。難しいところですけど、ちょっと目立つような石みたいなものとかで頑張って表現してみたりとかはしますよね。サボテンとかね。サボテンとか。まあでも苦しいですけど。苦しい。だからほら一緒に仕事してた話で言うと、川津さんが砂漠と雪超嫌いだったよね。なんかで話した時にもう砂漠はやめようよみたいなこと言ってて、あ、そうなんだと思って、川津さんのゲーム結構砂漠出てくるけどなと思って毎回嫌なんだよって言ってましたけど、まさにレベルデザイン的にネタが少ないからですよね。迷って苦痛な状態をこう耐えてやっと抜けるみたいなことがやっぱ多いですからね。で大体ギミックも流砂でさ、置けないとかさ、砂嵐で見えなくなるとか、まあまあ不愉快なやつが多いじゃないですか。砂漠好きっていうレベルデザイナーさんがいたらぜひね話したいぐらい。そうですね、遊んだ経験で言っても楽しかったなっていう経験がないですからね。あとテンポの話もしましたけど、要素の配置みたいなので気を使うことってあるんですか？一番盛り上がるタイミングとしてはバトルだとは思うので、バトルが終わったら盛り下がるだけの状態っていうのがあんまり良くはないのかなっていう、適度に楽しいことが積み重なってまたこうバトルにつながるみたいなイメージの方がいいとは思うので、谷間に感情の変化みたいなものが出るようにアイテムを置いたらそれ取ったら嬉しいし、トラップ引っかかったらしまったみたいな感情のこう起伏みたいなものが出ると思うので、それを連続するというよりはこまめに入れてあげるっていうイメージかなと思いますね。それって工程としてはあるステージを作りましょうってなった時に、先にこのステージはだいたいこういうことをやらせるぜみたいな決めていくんですか？ストーリーみたいなのを先作る。そうですね。そのステージの中で流れみたいなものと感情の起伏の大きさみたいなものをある程度設計して実際に置いてみてっていう感じですね。僕もやるのはプレイヤーの感情の想定表みたいなやつを先に Excel とかで作ってて、だからここはこうとか、新しい武器を手に入れましたって言ったら敵いっぱい出してほしいじゃないですか。しかもそれが前の段階では倒すのに5発かかった敵が3発で倒せますとか、1発で倒せますってなったら気持ちいいわけで、そういう敵を用意してあげないと、おもてなしとしてはせっかく剣手に入れたのにその後罠のゾーンばっかりだとなんで剣振っても意味ないじゃんってなるみたいな、ここはこれに集中させようみたいな。ちょっとレベルデザイン慣れてない子とかに注意するのは、プレイヤーが集中できる要素って1個か2個だから、たまにね、おもてなしが行き過ぎてて5個ぐらいの要素を組み合わせないとダメなものを結構一気に出してきちゃったりとか、一つのステージでやんなきゃいけないことが多いみたいな、これが今プレイヤーはやりたいだろうなっていうのをなるべく拾ってってあげるみたいなのがいいのかなって僕はそういうのでね思ってやってるんですけどね。要素の数は確かに大事ですね。あとストレスとね気持ちいいのねバランスもあるじゃないですか。トゲのマナーが出てくるみたいなとこずっと行くのはねやっぱイライラ棒みたいで嫌だし、一回苦しいのを経験してそれを超える新しい要素を出すみたいな、繰り返しがあると次の段階に上がったなみたいな感じも出ますし、凹凸と影、これはどういう話？空間の設計とかの話なんですけど、同じ見栄えの場所を繰り返し出てくると飽きるよねっていうところで、壁がずっと続くっていうのよりは、柱があることで凹凸感が出て、影とかも
できるから、ちょっとこうランダム性が出たりとかみたいな、ちょっと面白みがあることで進んでっても飽きないっていうようなことができたりとか。揺れ物とかライトがチラチラしてるとかでもいいんだけど、立ってる時の風景がずっとピタッてしてると飽きるじゃないですか。意外と抜けがちなんですけど、虫がワシャワシャって言って近づくとこうわーって見えるみたいな、動くとかね。そういうのが PS2 の頃は処理の問題で揺れ物なんて絶対置くなっていう感じでしたけど、今なんか全然置けるんだから、ちょっと動いてるものを置けるとね、一気に良くなりますよね。その空間らしさみたいなものを出す方法であったりとかもしますからね。どういうステージが好きなんですか？僕、階段と入り口が好きなんですよ。一緒に仕事してた時も同じ話してたな。なんか入り口好きだよね。門とかね。そう。砂漠とかでも別にいいんですけど、急に洞窟の入り口とかが現れた時に、おっていうテンションが上がる瞬間があるじゃないですか。わ、なんかありそうみたいな。あの感覚がやっぱり大事かなと思ってて、何かを見た時に心がどれぐらい動くかみたいな。俺が発見したんだよ感あるもんね。やっぱ入り口が一番なんか冒険感っていうか、見っけたっていう感じするもんね。潜っていく感じとかがドキドキしますし、新しい敵が出てくるかもしれないとかっていう。あと強いやついそうとかね。ドキドキ感とワクワク感がね、同時に来るもんね。そうなんですよね。なるべくワクワクする入り口にしたいもんね。そう。ゴゴゴとか音鳴らしたりとかモンスターのうなり声とか鳴らしたくなるもんね。そうなんですよ。入り口となんつったっけ？階段ですね。階段ね。階段うまいんだよ。ランリ君の階段は、ここに階段があるべくしてあって、あるべくしてこの角度なんだろうなっていうのがわかる。階段道はランリ君から教わったところあると思ってるんだけど。真っ平らな地形よりは段差があった方が見栄えもいいですし、だんだん視界も高くなっていくから、周りの風景が同じ森だったとしても、高い方に視線が動いていくから、そうなんですよね。その作り方は面白いですよね。割とやりがちなんですけど、無意味にちょこっとした段差を作るみたいなのは、テクニックとしては結構あったりして、飽きさせない変化を生む方法としてはちょっと対応してたりはします、平原ずっと歩いてくるのも退屈ですからね。ちょっと丘があったりとかすると、丘を登り切ったところで少し遠くが見えたりとか、山が見えたりとかっていうね、視線も作りやすいですよね。トラウマは時に良いゲーム体験につながるけど、例えば甲冑をかぶった敵が出てきて本当にボコボコにされましたっていう痛い経験をした後に、通路に甲冑が並んでるってなった時って、ボコボコにされた経験を思い出して警戒すると思うんですよね。っていう自分の中の体験とレベルが紐づいてることでよりこう面白く感じるみたいなこととかがありますよね。っていうサウンド一つでビックってさせることとかもできますもんね。そうです。ステージ単体だけでのプレイヤーの心の動きじゃなくて、もうちょっと長いスパンでのそういうものが作れたりとか。そうするとゲームがそのプレイヤーの経験として、この世界を一回僕は味わったぞっていう感じがしますもんね。そうです。友達とかと思い出しながら話してる時に、あったわそれみたいな。逆に気づいてないやつとかがいて、お前それ気づいてないのとかね。今まででこのレベルデザインは良かったなとか参考になるなとかってなんかあります？すごく良かったなっていう意味で言うとマリオオデッセイですね。スイッチのローンチぐらいで出たやつ？そうですね。割と初期で出したやつ、出たやつですね。衝撃的というか意味がわからない感じでなんかどうやって作ってるんだろうみたいな感じで言うとゼルダの伝説の Tears of the Kingdom ですかね。ティアキン。いやティアキンはすごいよね。サウンドボックスみたいな自由な空間で遊ばせるゲームっていろいろあると思うんですけど、ティアキンってクラフトシステムとがっつり噛み合ってるじゃないですか。その時にすごく自由な状態なんだけどバランスを取るっていうところが、本当どうやってんだろうな。ぐちゃぐちゃになる。レベルデザインだけじゃないかもしれないですけどね。そうなんですよね。そのクラフトのところの設計をしてる人もレベルデザインのことをちゃんと把握して、さっきねレベルデザイナーっていうのは専門職で分離してるみたいな感じだったけど、分離しすぎるとあれはできなくて、全部をコントロールしてるディレクターがすごいのか、各セクションの人がめっちゃすごいのか、ちょっとどっちかわかんないんだけど、全員すごいんだと思う。いや本当に本当にそう思うよね。これを聞いた人はレベルデザインという今日話したようなね視線誘導とか遊びの密度感とかそういう視点でゲームをね遊んでもらえると、すごいゲームってどうすごいのかなみたいなのがね説明できるようになるのかなっていう感じしますね。ゼルダは、ね、別格って感じしますけどでも僕らもねそこと目指していかない
ないといけないとはいいうところではございます。ということでね、今日いろいろお話ししましたけども、ナンリ君がね、どういうことを注意してレベルデザインされてるのかってことを改めて聞けて、すごい勉強になりました。まだまだね、僕もレベルデザインすることあると思うんですけど、めちゃめちゃ奥深いなと思いました。まだまだいろいろゲームデザインについて語り合いたかったですが、またね、遊びに来てもらえればと思います。改めて最後に、レベルデザインを追求し続ける会社ということで、レベルスケープさんの今後の野望とか、あとナンリ君自身がどんな会社にしていきたいかとかね、そういう思いなどがあれば、ちょっとお知らせください。はい。まだ設立して間もない小さい規模の会社なので、いろいろと試行錯誤中という感じなんですが、まずは自分たちの得意なレベルデザインっていうところをゲームに限らずいろんなところで発揮して、商品がもっといいものになる手助けがレベルデザインっていうものを通してできるっていうことを伝えて、頼られる存在みたいな感じになれるといいなというふうに思ってます。はい。なかなかね、レベルデザインっていうね、職種自体でオファーがかかるっていうのは難しいかもしれないけど、それに特化してる人と僕みたいに全部やれますみたいな人よりは、そこが大事なゲームをね、設計するときは何に声かける方が多分正解だと思う。僕経由でもいいのでね、もしご興味ある方はご連絡いただければと思います。野望みたいなのないんですか？自分たちが作りたいものというか、オリジナルのコンテンツっていうのを作りたいなというふうに思ってますので、頑張って自分たちの会社でリリースまで持っていけるといいなっていうね。はい。それ夢だよね。うちもまだ部分のお手伝いしか今できてないので、一本まるっとね、やっぱ自分たちでゲームは作りたいですね。そうですね。その時は一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。またね、いつかうちとも一緒にお仕事できたら嬉しいですということで、皆さんご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは、さようなら。ありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。じゃあねー。